世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生におけるメインクエストとして定め、日々ゲームの制作開発を行っております。はいたかと申します。今回は敵の挙動に関するね話をしていこうかと思うんですけど、今背景の映像に登場してるこちらの敵ですね、かなり大型の人型タイプの敵、多分動画に出演してもらうのは今回が初めてかなと思うんですけど、こいつがですね、例えばそうですね、この切り下がり攻撃っていう技があるんですけど、この後にねかなりプレイヤーとの距離がめちゃくちゃ開くんですよね。こういった中距離以上の距離感での敵の立ち回り方法というか、例えばこういった切り下がりの後だったら、2つほどね派生技が用意してありまして、そのどちらかを連続でね選択してやってきたりですとか、あとは単発技としてもこういった飛びかかり系の攻撃とかね、これは普通にバトルの開幕だったりとか、プレイヤーがねめちゃくちゃ距離を取るように動いた時に単発技というかコンボの初段としてね使ってくる技なんですけど、こういった中間距離での敵キャラクターの立ち回りに関してちょっと作る時にね工夫したところといいますか、開発の裏話的なところを喋っていけたらなと思います。結構あんまりねなかなか聞けない話だと思うんで、よかったら最後まで見ていってください。それじゃあ早速いってみましょう。じゃあまずですね、切り下がり攻撃からの派生技2種類、これを作るときにちょっと工夫した話なんですけど、派生先の技2種類をねまず最初に紹介しておくと、1つ目がこちら、広がった距離を飛びかかりで詰めて横投げ攻撃で、もう1つが距離はそのままの位置から十字切りエアスラッシュ、いわゆる飛ぶ斬撃ってやつですね。この2つのどちらかに派生させようっていうことで、何も考えずにね普通にこれらの連携を作っていこうとすると、こちらがですねビヘイビアツリーっていう敵の行動パターンを決めている、いわゆる脳みそに当たる部分なんですけど、この中にまず切り下がり攻撃を実行するノードを1つ追加で、シーケンサーっていうね連続的な行動を制御するためのノードで次の行動につないで、ここで確率を使います。ウェイトランダムっていうノードで 50%50% でそれぞれ飛びかかり横投げ攻撃と十字エアスラッシュの2つのどちらかに派生するようにしておきます。これ以外にもね何も派生しないっていうような第3のパターンもね追加してもいいと思うんですけど、今回ちょっと分かりやすくねこの2つの技のどちらかに必ず派生するというような形で組んでおきたいと思います。これで実行結果を見てみると、ちょっとね想定外のことが起こるんですよね。はい、そうです。派生技を出してくれないんですよね。なぜか普通に切り下がりまでで攻撃やめてね立ち回りに戻ってるっていうね、これ実際に僕が作ってる時に体験したミスと全く同じ状態なんですけど、なぜこんな現象が起こってしまってるのかというと、この敵の体がでかすぎるからなんですよね。体がでかいと歩幅も長くなって移動距離が伸びますよね。つまり切り下がりとかで下がるとき、同じモーションを再生させても体がでかいやつの方がより遠くへ下がれるということになります。この切り下がる距離が長すぎて、これもう判定的にはね中距離以上の距離になってしまってるんですよね。うちのゲームでは敵の行動を管理するときに3つの距離っていうのを使っていて、遠距離での行動パターン、中距離での行動パターン、そして近距離での行動パターンと、この3つに場合分けしてそれぞれ行動っていうのを作ってるんですけど、基本的に遠い距離の行動パターンの方が優先して実行されるようになってるんですよね。これには明確な理由があって、例えば近距離での行動パターンっていうのを一番優先度高くしてしまうと、コンボ攻撃、連続攻撃の途中とかでねプレイヤーが攻撃をかわして遠くへ逃げてしまった場合も、近距離でのね行動パターンっていうのがまだ完全に消化しきれてないので、続きのコンボ攻撃をずっと実行しちゃうんですよね。これだとなんかちょっとあんまり見栄えが良くないですよね。もちろんそういったイノシシタイプの敵みたいなね、暴走してる敵みたいなキャラクター性がある場合は、そういう行動パターンの作り方もめちゃくちゃいいと思うんですけど、基本的にはねプレイヤーとの距離が開いてしまった場合は、ちゃんと中距離用の行動パターンに移行してですね、ちゃんと距離を詰めるような行動を取るようにしてほしいなということで、基本的にはより遠い距離の行動パターンの方が優先されるというシステムになってるんですよね。なので長すぎる切り下がり行動によって中距離という距離感まで下がってしまったこの敵は、直前まで派生攻撃2種のどっちかをしようみたいなことを考えていたのに、距離が中距離に変わった瞬間にそういった行動パターンを全てリセットして中距離での行動パターンを一から考え直しているというのがこの現象の原因でございました。
じゃあちょっとここまでの話を聞いてね、この現象を最終的にちゃんとね改善直すことができてるんですけど、これどうやって直したか分かりますか？ちょっとクイズ形式にしてみましょうか。一応ヒントとしてはビヘイビアツリー、行動パターンの方は今回いじってません。行動パターンをね近距離優先にするとか、近中遠距離全て並列で処理するみたいな、そういう新規実装は行わずに、それ以外の部分のね対応でサクッとこの現象を改善したんですけど、どうやったか分かりますかね？もちろんね答えは一つではないと思います。例えば切り下がりの距離をめちゃくちゃ短くするとか、これも正解の一つですよね。切り下がった後も近距離っていう圏内に収まるように切り下がりの距離そのものを短くするということでも改善できるとは思うんですが、この切り下がり攻撃ね、めちゃくちゃ長い距離をねダイナミックにゾーンって移動する絵が個人的にめちゃくちゃ好きなので、今回ちょっと切り下がりのモーションの移動量自体は手を加えてません。正解は派生技までを一つのモーションとして扱うようにしたでした。今まではね切り下がりだけを単体の一つのモーション技として扱ってたんですけど、それだとねどうしても切り下がりが終わった後に一旦行動パターンをね考える余地が生まれてしまうんですよね。そこでの考える余地っていうのを取り払うために、切り下がりのみで終わるモーションと、切り下がりから飛びかかり横なぎ払いまでが一つとなったモーション、そして切り下がりから十字エアスラッシュまでが一つとなったモーションっていうね3つのモーションを用意して、それぞれ直接再生するようになりました。こうすることによって派生技を実行するときにね、途中で行動パターンを考える機会がねもう完全になくなっているので、切り下がりから十字エアスラッシュっていう行動パターンが選ばれた時はもうね何があろうと最後まで実行しますよという風な内部仕様になりましたと。これちょっと面白いっすよね。なんか自分でもめちゃくちゃ力技だなこの作り方って思っちゃうんですけど、でもめちゃくちゃこれ理にかなってるんですよね。先ほど話してたより遠い距離での行動パターンを優先したいっていう思想だったりとか、切り下がりのダイナミックな移動距離とかはそのままにしつつ、派生技まではちゃんと出し切りたいっていうやりたいことだけをうまくね実現できているので、ちょっとね開発こぼれ話的な感じで皆さんに共有させてもらいました。じゃあ続いてはですね、こちらの飛びかかりからの叩きつけ攻撃、この技も結構紆余曲折あったのでちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、これはですねさっきみたいな派生技っていう感じではなくて、純粋な中距離用の技ですね。中距離での行動パターンのうちの一つとして、中距離からのコンボ攻撃初段として使っていくタイプの技になってます。出来上がりはね結構エフェクトとかモリモリつけて派手な技になってると思うんですけど、この技ですね一番最初の段階バニラの状態だとこんな感じになってます。今回この敵を作るにあたって大体のモーションはこちらの 9CG さんのグレートソードアニメーションパックっていうアセットを使わせていただいてるんですけど、その中のダッシュ攻撃の一つですね、バニラのモーションだとこんな感じになってますと。こちらのアセットはですね結構技のモーションスピードが速いというか、あと空中用のねコンボ攻撃なんかも結構多数用意されてて、どちらかというとねデビルメイクライみたいなスタイリッシュなハイスピードアクションとかを作る用のアセットなのかなと思います。それをうちのゲームではねモーションスピードだいぶ抑えめにして今回使わせていただいております。で九段のね飛びかかりからの叩きつけ攻撃に関してもモーションスピードねだいぶ落としつつ、さらにモーションの区間をね3つに分けてそれぞれ違うモーションスピードで再生していくことによって一つのモーションの中ではね緩急をつけて攻撃するように意識してます。なんですがこういったスピードの調整だけではねうまくいかないこともあったりします。ちょっとご覧いただきたいんですが、この攻撃はねダッシュから出すっていう想定で作られているモーションっぽいので、モーションの頭部分がねもう飛びかかってるところからスタートしてるんですよね。なのでこの技を普通に単体で再生してしまうと、技の出始め部分がねいわゆるアニメの絵が足りてない状態になってしまって、すごい急に飛んでくるような印象になっちゃうんですよね。もちろん叩きつけに移行するまでにね空中を滞空している時間も結構あるので、予兆の時間的にはねこれでも問題ないかもしれないんですけど、どうしてもやはり技の出始め部分パラパラ漫画の絵の枚数が足りていない感じがすごく気になっちゃうというような状態でした。でこの問題を改善するためにですね、今回は物理的に足りない絵の部分を他のモーションで補うという方法を取りました。攻撃モーションって基本的に1枚目の絵は待機ポーズで作っておくと結構いろんな場面で綺麗になりやすいです。歩きから攻撃する場合とか、別の攻撃から今回の攻撃につなげる場合とか、そのキャラクターの自然なポーズである待機モーションから綺麗につながっていくように作成しておくことで、いろんな場面でね比較的綺麗につながりやすくなります。今回は順
分割材としてこちらの前ステップのモーションをね使ってみようと思います。この前ステップの頭数フレーム部分ですね、待機ポーズから前傾姿勢になって前進し始めるところぐらいまでの数フレームを先ほどの飛びかかり叩きつけ攻撃の頭に差し込んでみます。これだけでもねだいぶマシにはなるんですが、まだね少しだけガクつきが気になりますね。前ステップの出がかりのポーズと飛びかかり叩きつけ攻撃の出がかりのポーズ、これら2つのポーズは結構似ているようで案外違うポージングなんですよね。この2つのポーズをまたぐフレームが再生される時にちょっとガクつきを感じやすくなってしまっています。このガクつきを解消するために一旦ねモーション制作用のツールに移動してですね、モーション補完っていう機能を使っていきます。これは2つのポーズの差分を取ってね、間の中間フレームを生成してくれるっていう機能ですね。ここまでやるとさすがに結構綺麗な見た目になりましたね。でさらにこの上からエフェクトとか SE、 あとは攻撃判定なんかも付け足して最終的な出来上がりとなります。やっぱエフェクトとか SE、 あとカメラ振動なんかつけちゃうとめちゃくちゃ納得性上がっちゃいますね。その分しっかりねモーションだけの調整をするときなんかはそれらのエフェクトや SE、 カメラ効果なんかは全て消した状態でしっかりと調整するようにした方がいいかなと思います。はい、ということで今回は敵の挙動についてですね、主に中距離での立ち回り、技振りなんかを中心に喋らせてもらいました。ここで出た裏話なんかをね頭の中に入れた状態で製品版プレイしてもらうとよりねこのゲーム面白くプレイできるんじゃないかなと思います。こちらのゲームはですね直近に体験版と製品版が順次控えております。まだの方はぜひねウィッシュリストに登録していただいて、まずは無料で遊べる体験版の方をねお待ちいただけると幸いです。では今回ここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。